水庫。水庫は形、小児のごとし。甲は仙山甲のごとく。膝頭、虎の爪に似たり。もろこし側水のほとりに住みて、常に潔の上に甲をさらすと言えり。水庫は子供のような大きさで、甲羅は仙山甲のようである。膝頭は虎の爪に似ており、中国の側水という川のほとりに住んでいて、いつも砂の上で甲羅をさらしているとある。まるで石の上で甲羅を干す亀のようであるが、いわゆる甲羅を持つ河童の姿とはほど遠く、全身が大きな鱗に覆われた半魚人のような姿であり、背中に甲羅のようなものは見えない。甲は甲羅ではなく鱗のことのようである。同様の記述が和漢三才図会にある。水庫、中国の百科事典本草項目に定弁記を用いて水庫のことが書いてある。中国湖北省に側水という川があり、弁水という川が注ぐ合流地点にこの者は住んでいる。3、4歳の子供の姿で、甲は仙山甲のようである。弓矢で行っても刺さることはない。秋になると砂の上で甲をさらし、膝頭は虎の手の爪に似ていて、いつも水の中におり、膝を出して人に見せる。子供がこれにいたずらをすれば、すぐに噛みついてくる。人がこれを生け捕りにし、鼻をつまむことができれば、これを刺激することができる。とあり、案ずるに、水庫の姿形は、本国の川太郎の類にて同意である。しかれども、未だこれを聞いたことがない。このごときもの、いるのやら、いないのやら、などとある。中国明の時代に書かれた本草項目を引用し、さらにその原点は定弁記だと書かれている。日本では江戸時代以降、この引用に使われた本草項目などの書物を通じ、医師や知識人を中心に水庫の知識が知られてゆき、和漢三才図会にて、案ずるに水庫の姿形は本国の川太郎の類にて同意であるとあるように、水庫は河童などの水辺にいるとされる存在の総称として用いられるようになった。江戸時代後期に描かれた河童の図鑑、水庫12品の図では、題名に水庫と名のあるものの、河童や川太郎などが捕獲された際の特徴が描かれている。この水庫12品の図の現代語訳を動画にしているので、興味のある方は一度見ていただきたい。また、和漢三才図会には、水庫を刺激する方法も書かれており、人がこれを生け捕りにし、鼻をつまむことができれば、これを刺激することができると訳しているが、
原文では、人、生きながらえば、その花をつまんで、これを小遣いにすべし、となっており、現代では、人がこれを生け捕りにし、花を摘出すれば、これを些細なことに利用できる、と解釈され、要するに、花を切り取り、薬などに利用できるというのである。さらには、他の注釈などから、より具体性が持たされ、摘出されるのは花ではなく、陰、あるいは性であり、いわゆる男のあれを切って、美薬にするのだという。用を足す隠語に、お花摘みというものがあるが、お花摘みで大事なあれを摘まれてしまっては、水庫もたまったものではない。摘むも摘まれるも、ぞっとする恐ろしい話である。